排気音が変わるんですよ。可変になってて、高モードだと静かなんだけど、排気音がねものすごくねレーシーな感じになります。で音が大きくなりますね。音が良くなって、で音はねやっぱりドイツ車系の低めだけど、まあドイツ車にしては結構高めになってるかなっていう感じがしますね。でね、もう一つねエンジンがね、すごく感心するのが、直列4気筒の中ではかなりね振動の低いエンジンだなと思います。かなりねほんと振動が低い。だから回転振動がねかなりバランス取りされてるんだろうなと思いますね。下から十分なトルクがあって走りやすい、アクセルの付きもいいで、レスポンスもいいですね。でまあ回転がね6500まで回るんだけど、感じがわかるかな。フラットトルク型なんだけども、4000回転超えるあたりからちょっと吹き上がりが速くなるという感じ。ただガーッとこう伸びるまではいかない。でまあ C200 とね W200 の C200 のエンジンと比べると、まああちらの方がおとなしく本当にフラットトルクで一定のリズムで回るけど、こっちは多少4000回転超えるぐらいから加速のスピードが速くなってね、勢いが出てくるという、そういう感じです。でもう低速から本当にトルクが出てるんで、こう結構力強い。パワーが258馬力で400ニュートン、まあこれぐらいあればね普段の走りにおいて、まあ、全くストレスを感じることはありません。で S よりも S プラスにした方がエンジンがねもう一つこうパワーフルな感じがしてレスポンスもいいですよね。でもう一つねスポーツにしていいのはヘッドアップディスプレイ、これがタコメーター表示になるんですよね。これはスポーツドライビングするのにはありがたいですよね。ハンドリングはねもう文句ない、もう素晴らしいの一言で、はっきり言ってこれはもうフォードはセダンっていうよりもフォードはスポーツカー、そういう車ですね。本当にスポーツカーの動きをしますね。まあ少々荒れた路面でもね本当にこう平行移動するようにスッとこう車がね、インに向かっていくという、そういう気持ちよさがありますね。で限界がね本当に非常に高くて、いやもう一般道で、もうこの限界の高さだと、まあエンジンもパワーあるからね、本当にこうコーナーからコーナーが速くて、で、もうちょっとこうなんちゅうかな、もう危ない領域に来てるなと。まあ C200 の時もね十分これはもうこれ以上限界上がるともうやばいなっていう領域に来たなと思いましたが、これはもうやばいところに入ってますね。でステアリングインフォメーション、これはもう十分しっかりあります。でねもうコンフォートでもね、まあスポーツプラススポーツだともっとこうステアリングが重くなってね、こう遊びが少なくなりますが、こう何がいいかっていうとね、この微小打角をね当てた時、これがねちゃんとインフォメーションがもう本当に全く一定で変わることなく伝わってきて、この微妙なコンステリング操作に対してインフォメーションが常に一定でこうしっかり入ってきて、そこに変化がなくて分かりやすい。ほんでそれにねちゃんとねじわーっと切ればじわーっと反応してくれる。
でそれがね切った時に感覚的にはもう遅れはない、そんな感じですね。だから切ったら切った分だけ車が反応してくれる。ゆっくり切ればゆっくりこう反応する。さっとこう切ればねさっと反応する。そういう感じですね。でフロントサスペンションはね、これBM の独自のストラットなんだけど、ダブルジョイントストラットって言って、なるべくダブルシュボーンにね近づけるごとく、スペースを取らずにスラットで、ダブルシュボーンに近い性能を出そうということで開発されているフロントサスペンションですが、もうこれはもう完成してます。昔はねちょっとねって思ってましたが、今はもうね完成してて、パッとこうすごく詳しい人が乗ってもね、これ WH ボーンっていうぐらいになってます。自分はC200 でねダブルに今頃乗ってたから、あれは WH ボーンでね、フロントのもう設置性が非常に高くてね、素晴らしかったんですが、それと比べると、C200 のフロントの設置性は高いと思いますが、もう一つ詳しく言うとね、C200 は高いがゆえにそんなに硬くしなくてもフロントの設置変化がもう極めて少なくて、フロントのグリップが非常に高いと。でこの330はね、ダブルジョイントストラットで、いいんだけど WC4 まではいかないんで、やっぱりなんでその分硬くしてねフロントの設置性を非常に高めてて、切った時曲がっていくという、これはC200 も330も同じように切っただけ曲がっていくという。ただこっちの方がキレがある、硬い部分もあるし、そういうセッティングに意図的にね、これが BMW の味だという、そういうセッティングにしてると思います。で私が試乗した時は2019年か20年の最初ぐらいだったと思いますけど、最初ね320D を乗って、でその時はステアリングこう切った以上に車が曲がっていくっていうちょっと嫌な感じだったんですよね。でなんでこんなに過敏にしてるのかなと思ったんですけども、その後で330を試乗して、で今のフィーリングですね、切っただけ曲がっていくっていう、これならいいなと。ただ切った時にスッとこう分かりやすく言うとスパッと入っていくっていう感じかな。そっちの方が伝わりやすいかな。そういう感じのハンドリングですね。なのでハンドリングもう文句ない、もう本当に満足してる。これだけ硬いとね、こうハイスピードのね領域で本当にスタビリティも高くて、こう何かあった時もかわせる、そういう足ですねこれは。だからスポーツカーって言ってるんですけど、だからこれベネセス乗ってる人だと分かるんだけど、メルセデスのW250 の C200 のね MG9 で映札だったんだけど、スポーツプラスよりもこっちのプラスの方が全然硬い。こっちのスポーツの方がね。でコンフォートがメルセデスのスポーツプラスぐらいそんくらい硬いです。これグッドイヤーのねランフラットタイヤが入ってるんですが、ドライグリップ、ウェットグリップ、乗り心地かなりグッドイヤーっていいなと思いました。ランフラットタイヤにしてはかなり乗り心地がいいんじゃないかなと思います。それでウェットグリップはね、僕の乗った感じじゃ S01 よりも高いですね。ミシュランのパイロットスポーツ4
4よりかはウェットグリップ低いですけども、ウェットグリップも結構良かったですね。それとドライグリップ、もね、これも結構高くて、これはどうかな、S001 と大体同じぐらいで、乗った感じのフィーリングはね S001 に近いんですよね。ミシュランとは全然違います。だからこれにミシュランのパイロットスポーツ 4S とか入れると4とかね、今5になりましたが、本当にこう余計なおさら平行移動するような動きになると思います。ハンドリングのね気持ちよさを、コンフォート走行で、ちょっと早めのペースぐらいでちょっと見ていただければと思います。非常に安定したいい姿勢で入ってきますよね。ちょっとうねってたんだけどね、牛が。でフロントがこれでもう全然切り出しても入っていくもんね。限界走行はしてないけど、流す走り方で、流す走り方ぐらいが気持ちもリラックスしてね、気持ちいいよね。リラックスした状態で早く気持ちいいハンドリングで走れるっていうのが、一番楽で気持ちいいかもしれない。攻めるとやっぱね、神経もこうすごく使うんでね、今の動きでもいいね。ほんと気持ちいい。ブレーキいきます。ブレーキはね、もうビッグキャリパーの台形ブレーキ、前も後ろもでかいのがついてます。なんで非常に制動力高くて、もう本当に短く止まれるブレーキですね。でものすごく剛性高くて、ただ踏み込み量は結構浅いんで、コントロール、微妙なコントロールはちょっとブレーキをねラフに踏む人だとガックンとこうなると思いますね。で一つ癖があってね、この回生ブレーキが悪さをするんですよね。ブレーキをこう踏んでこう止まる寸前でね、急にグッと来てお釣りが来るんですよ。で初めて乗った時にこれえらい抜くタイミングが難しいなと思ったんですけどね。でなんでこんなるんだろうとこう自分なりに調べて考えて、何にも書いてないんだけど、回生ブレーキがついてるっていうのが分かったんで、最初は全然それ知らなかったんだけど、で回生ブレーキがついてるんで、多分回生をこうもう止まる寸前ぐらいにこうオフにしちゃうから、摩擦抵抗が変わって急激にカクッとこう止まっちゃうっていう、そういう感じじゃないのかなと思います。だから普通の車と比べると抜くタイミングをこの330の独特の抜くタイミングがありまして、それを綺麗に合わせたらお釣りが来ないんだけど、ちょっとでもずれるとお釣りが来るっていうね、このブレーキトレーニングマシンみたいなブレーキなんですよね。で僕右足でも左足でもブレーキしてて、で普段もオートマチックだとほとんど左足ブレーキなんだけども、普段ね左足でずっとブレーキしてるから、左足で先にこの車の感覚を覚えて、たまに右足使わないと右足が下手になっちゃうんで右足使うんですけど、最初右の方が下手くそになりましたね。
まあ今はもう同じように なりましたけど、まあそういう癖があります。僕が乗ったのが多分19年モデルか20年モデルかちょっとよくわからないんだけども、試乗車の時はこの車ほどねブレーキの剛性感がなかったんですね。で、僕の BM のブレーキのイメージはまさにこの愛車のブレーキのイメージだったんですね。で、試乗車の時はBM らしいカチッとしたね、 BM のスポーツ系のねビッグキャリパーの車はもうカチッとした、ものすごいもう板のようなガチッとした感じが特徴だったんですけど、それが感じられなかった。まあ十分カチッとしてるんだけど、普段の BM のこのスポーツ系のブレーキと比べればガチッとしてないなと思ったんですよね。で、ブレーキ構成がなんか余裕がない感じで、ビッグキャリパーの割にはあんまりそんな見た目ほどじゃないなと思って、でこうよーく見るとね、ブレーキキャリパーが今までのビッグキャリパーよりもちょっとコンパクトだったんですよね。でもしかしてそういう影響で合成が下がってる影響が出てるんだろうなって思ってたんですけど、幸いね、私のこの、21年モデル5月に来まして、で見た時にブレーキキャリパーが変更されて、昔ながらのでっかいごっついやつに変わってました。で乗ったらやっぱりこれよこれっていう、これが BM のブレーキだっていうね。ただね、モデルによってね、その普通のビッグキャリパーじゃない普通のブレーキでもね、結構見た目よりもカチッとしてたんだけど、最近はねモデルによってねそうでもなかったりするんですね。これがちょっと残念かな、最近の BM。 逆に言うとメルセデスはね、ビッグキャリパーじゃない普通のブレーキでももうどれ乗ってもビッグキャリパーがカチッとしないんだけど、一般のブレーキの構造のやつで言うとカチッとしてるっていうね。だからそこら辺はやっぱりメルセデスさすがだなと。BM も昔そうだったんだけど、いつの間にやら車種によってちょっとブレーキのフィーリングが違ってきたと。だから普通のねモデルはね、ブレーキストローク今度は大きくなってスポーツ系のモデルも大きくなってくるんで、そういうコントロールしやすいようにしてるんだろうなっていうのはあると思うんですけどね。まとめますと、この 330iM スポーツ、もうフォードはスポーツカーです。もう基本的に走りにおいて文句は全くありません。素晴らしい出来栄えね。で唯一コムオートでも硬いんで、もっと柔らかくしてよと、もうそこぐらいですかね、不満はね。あとブレーキね。でもこれぐらい出来がいいと、それも車の癖としてね、オーナーならではのブレーキコントロールを身につけて、それはそれでいいかなと、楽しみの一つにもなるなと。車の出来が素晴らしいからね、と思います。ただね、残念ながらもう330iM スポーツはカタログ落ちしてます。なので今330のいい、プラグインハイブリッドしかありませんね。この動画見てね、欲しいなと思う人はもう中古しかないんで、中古で買ってください。ちなみに外車の中古はお買い得です。で特に今 SUV 人気なので、セダンは人気がないんで、セダンの方が下取りが悪いので、中古は本当にお買い得だと思いますね。操作系のことに関してはまた別途お見せしたいと思います。あなたの車選びのお役に立てれば幸いです。